厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は音楽の街ドイツライプツィヒをご紹介します。ライプツィヒはバッハやメンデルスゾーンが生涯最後の活動の地に選んだ街でもあり、シューマンやワーグナーが大学に通い学びを深めた場所でもあります。さらに今年2023年はバッハがライプツィヒのトーマス教会のカントルという音楽監督のポジションに就任してちょうど300周年という記念すべき年だったこともあり、ライプツィヒの街はますます盛り上がりを見せています。今日はそんなドイツライプツィヒでクラシック音楽ファン必見のスポットをご紹介します。ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押して最後までご覧ください。まずご紹介するのはこちら、信仰、精神、音楽の場、トーマス教会です。トーマス教会はライプツィヒの中心的な教会の一つです。宗教改革を起こしたことで有名なマルティン・ルターも1539年にここトーマス教会で説教を行っています。トーマス教会はキリスト教の歴史の上でも重要な場所ですが、同時に芸術的な建築物としても有名です。高さ68メートルの塔が映える美しい外観はライプツィヒの街のシンボルとなっています。さまざまな場所に施された彫刻はご覧の通り細部まで美しく洗練されています。トーマス教会の庭には音楽の父ヨハン・ゼバスティアン・バッハの銅像が建てられています。バッハは1723年から亡くなる1750年までの27年間、トーマス教会の音楽監督カントルを務めました。この有名な肖像画もトーマス・カントル時代に描かれたものです。建築、美術だけではなく音楽もまたトーマス教会の特徴です。バッハの有名なマタイ受難曲もこのトーマス教会で初演されました。ではこのトーマス教会の中もご覧いただきましょう。厳かで美しい教会です。このトーマス教会にはバッハのお墓があります。場所はトーマス教会の中の東側です。ステンドグラスから美しい光が降り注ぐこのイエスの祭壇の床に目を移すと、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの文字があります。これがバッハのお墓です。教会の大切で特別なこの場所に今もこうして花が添えられているということからも、いかにトーマス教会にとって大切な人物なのかがわかりますね。バッハのお墓の前にある大理石の彫刻でできたこちらは洗礼板です。洗礼の儀式で使われるもので、オペラの大作曲家リヒャルト・ワーグナーもこの洗礼板で洗礼を受けました。イエスの祭壇の反対、西側には大きなパイプオルガンがあります。88のストップと6000本以上のパイプがある大きなオルガンです。制作者の名前を取ってザウアーオルガンと呼ばれています。トーマス教会ではバッハがカントルになってから300年が経つ現在でも美しい音楽を聴くことができます。オルガンや聖歌隊によって演奏される教会音楽はもちろん、ライプツィヒで250年以上の歴史を持つゲバントハウス管弦楽団もここトーマス教会で演奏をします。美しい音楽を聴くために今も世界中の人々がここに集まっているのです。実はトーマス教会にはもう一つオルガンがあります。それが北側の回廊にあるこちらの白いオルガン、通称バッハオルガンです。
バッハの音楽をバッハが意図した通りに演奏する目的で制作されたため、バッハオルガンと呼ばれているそうです。バッハオルガンの向かいには太陽の光が降り注ぐ美しいステンドグラスが。ちょうどオルガンの前のステンドグラスにはバッハの肖像画が描かれています。これはバッハの窓と呼ばれています。先ほどご紹介した教会の庭のバッハの銅像はこのバッハの窓の高さで建てられています。オルガン、バッハの窓、バッハの銅像がきれいに並んでいるんですね。そしてこのステンドグラスにはもう一人重要な作曲家が描かれています。それが大作曲家であり天才指揮者でもあったフェリックス・メンデルスゾーンです。メンデルスゾーンはライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団の音楽監督を務めました。そしてメンデルスゾーンはゲバントハウス管弦楽団とともにこのトーマス教会で重要な曲を指揮しているのです。それがバッハのマタイ受難曲です。バッハの死後、マタイ受難曲という名曲はバッハの名前とともに忘れられていました。しかしバッハの死から約80年後、メンデルスゾーンがマタイ受難曲を復活上演したことをきっかけに、バッハは大作曲家として再評価されることになったのです。さらにメンデルスゾーンはマタイ受難曲をバッハが初演を行ったこのトーマス教会でも復活上演し、トーマス教会に大巨匠バッハとその名曲をよみがえらせたのです。このメンデルスゾーンの窓をよく見ると、肖像画の下に楽譜があるのがわかります。この楽譜はもちろんメンデルスゾーンが復活上演したバッハのマタイ受難曲の楽譜なんです。さて今回は特別に普通は入ることのできないエリアにもご案内いただきました。まずはこちらの部屋です。ここは聖歌隊やオーケストラなどトーマス教会で演奏する人たちのリハーサル室です。続いてこちらです。ザウアーオルガンの前にある演奏家のためのステージです。チェンバロやオルガンの色合いも本当に美しいですね。最後に改めてこのトーマス教会を見渡してみましょう。続いてご紹介するのはトーマス教会から10分ほど歩いた先にあるライプチヒ・ゲバントハウスです。ゲバントハウスは世界屈指の伝統と歴史を誇るライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団の本拠地となるコンサートホールです。1835年に天才指揮者のメンデルスゾーンがカペルマイスターと言われる音楽監督に就任して以降、高い音楽レベルを持つ世界屈指のオーケストラとなりました。現在のコンサートホールは1981年に完成した3代目のゲバントハウスです。ゲバントハウスの印象的な壁画、生命の歌は強い傾斜の天井に描かれていて、夜にはこのように美しくライトアップされ、ガラス越しに外からも鑑賞できます。大ホールは格調高い美しい円形のコンサートホールです。落ち着いた深い赤色の客席が1900席以上、段々畑のようにステージを囲んでいます。客席のフロアの傾斜が強いので、どの席に座っても見晴らしが良く、ステージが近く感じられます。ステージの後ろには荘厳で巨大なパイプオルガンがあります。遠くから見るとホール全体と調和する美しいデザインに目が釘付けになります。そして近くで見るとものすごい迫力です。オルガンの正面には大きな文字が刻まれています。これは
真の喜びとは真面目で真剣な仕事であるというローマの哲学者ルキウス・アンナエウス・セネカの名言で、ゲバントハウスが1781年以来座右の銘として大切にしている言葉です。このゲバントハウスの大ホールの詳細はこちらの動画、世界の名門オーケストラ演奏映像も名門ゲバントハウス管弦楽団の250年の歴史とホールを現地解説でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。ゲバントハウスはライプチヒ中央駅から徒歩10分のアウグスブルク広場に面しています。ゲバントハウスの向かいにはライプチヒ歌劇場があります。ライプチヒ歌劇場はメンデルスゾーンと同様、大作曲家で天才指揮者でもあったマーラーがかつて次席楽長を務めた劇場です。私が訪れた2023年は改装工事中のため取材はできませんでしたが、歌劇場で行われたゲバントハウス管弦楽団の公演を聞きに行きました。美しく華やかな内装が素敵で、ゲバントハウス管弦楽団の演奏も本当に素晴らしかったです。またアウグスブルク広場の角には600年以上の歴史を持つライプチヒ大学があります。シューマンやワーグナーといった大作曲家や哲学者のライプニッツやゲーテ、ニーチェなど数々の著名人がライプチヒ大学で学びました。日本の文豪森鴎外やうまみ成分を発見した科学者池田菊苗、ノーベル物理学賞を受賞した友永慎一郎らもライプチヒ大学に留学しています。続いてご紹介するのはアウグスブルク広場から徒歩 4,5 分の距離にあるこちら、メンデルスゾーンがかつて住んでいた場所、メンデルスゾーンハウスです。大作曲家メンデルスゾーンはドイツ・ハンブルクに生まれベルリンで育ちました。しかしメンデルスゾーンが一番愛したと言われているのがこのライプチヒの街なんです。メンデルスゾーンは26歳の時、ライプチヒゲバントハウス管弦楽団のカペルマイスターと呼ばれる音楽監督に就任しました。もともと音楽に親しんでいたライプチヒの聴衆たちはすぐにメンデルスゾーンの音楽に夢中になりました。メンデルスゾーンも理想を実現させてくれるゲバントハウスのオーケストラにいつも感謝をし、オーケストラのために身を粉にして働いていました。メンデルスゾーンは天才指揮者でもあり素晴らしい作曲家でもあったため、他の都市からのオファーも殺到していましたが、ライプチヒを愛していたメンデルスゾーンはライプチヒに自宅を構え、34歳の春にはライプチヒ音楽院まで開校し、自らもそこで教師を務めました。メンデルスゾーンが38歳という若さで亡くなった時には、ライプチヒは市を挙げて葬儀を行い、多くのライプチヒ市民が天才の死を悼んだそうです。メンデルスゾーンは様々なところに住み作曲活動をしていましたが、現在保存されている建物はこのメンデルスゾーンハウスだけということ。この部分の階段は当時のまま残されているそうです。メンデルスゾーンの書いたスコアだったり、ゲバントハウスの模型だったり、メンデルスゾーンにまつわる貴重な資料が数多く展示されているのです。こんな具合で音声解説とともに展示を楽しむことができます。指揮者と指揮。18世紀の終わりまでほとんどの場合、アンサンブルの演奏者が指揮を兼任し、そしてちょっと変わったこんな部屋があるのを発見しました。なんだか不思議な空間ですが、ここはこれが指揮者の譜面台になっていて、ここに指揮本も置かれてるんです。この譜面の中から好きな曲を選ぶと、なんとホールが光り出しました。これはオーケストラの各パートのボリュームを示しています。こんな感じでメンデルスゾーンの指揮体験ができる
クラシックファンとしてはたまらないエリアですね。他にもメンデルスゾーンの肖像画が飾ってあったり、メンデルスゾーンが描いた絵画も見ることができます。そしてファニーの部屋と呼ばれるメンデルスゾーンと大の仲良しだった姉ファニーのエリアでは、2人がやり取りしていた手紙なども公開されています。ライプチヒでコンサートを聴くときには、ライプチヒゲバントハウス管弦楽団のホームページから探すのをおすすめします。ゲバントハウス管弦楽団のホームページには、ゲバントハウス管弦楽団が演奏するコンサートやオペラ、バレエなどの情報が掲載されていて、このサイトからチケットを買うことができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひライプチヒに行かれる前に日本で購入しておくのをおすすめします。日程別に情報が並んでいて、ゲバントハウスのコンサートホール、ライプチヒ歌劇場、そしてトーマス教会と場所ごとにチェックすることもできるので、とてもわかりやすいです。せっかくライプチヒに行くなら、ゲバントハウスで行われるコンサートとライプチヒ歌劇場で行われるオペラやバレエ、そしてトーマス教会のミサやモテット、コンサートなど全部を楽しんでいただきたいなと思います。特にゲバントハウスの大ホールは音響がとても素晴らしいので、ぜひ生演奏を体験していただきたいです。ホワイエには作曲家の胸像や肖像画などが音楽専用の美術館のように並んでいるので、開演前から楽しめるのも魅力の一つです。そしてライプチヒ歌劇場のオペラは比較的よく知られている作品が上演されることが多いんです。初めてオペラを見に行くという方もきっと楽しめると思います。そしてトーマス教会ではミサやモテットに加え、例えばクリスマスの時期にはバッハのクリスマスオーラトリオが演奏されます。皆さんがお目当てのコンサートを中心に旅行の計画を立ててみてください。いかがでしたか？今日の動画が良かった、こういう動画をまた見たいという方はぜひグッドボタンで教えてください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団コンサートホールの紹介や、有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！